設立100周年であります。今後も我々協会員一同は日本古来よりの伝統文化である大相撲の継承発展土俵のさらなる充実に努め、より一層相撲道に邁進してまいります。何卒引き続き各段のご指導ご鞭撻を賜りますようお願いを申し上げご挨拶といたします。令和7年9月28日公益財団法人日本相撲協会理事長八角信義。です。先場所の対戦、小手投げで朝紅龍勝っています。さあ張っていく、両手手を出していきます。出ていくのは翔猿です。嫌う朝紅龍、頭を下げる。翔猿が前に出ていって押し出しました。翔猿勝ちました。翔猿9勝目。翔猿が張ってきましたね。そうですね。まあ張って何かの動きがあるってわけじゃなく、そのまま相手を見ながらいつも通りの翔猿の作戦ですけど、そうですね、落ち着いていたのが翔猿なので、何するわけでもなく少しずつ相手が大きい力士じゃないんでね、前に出ていくっていう最後までいい相撲だったんじゃないですか。今場所はあまり良くないっていうのを聞いていたんですけどね、動いてましたよね、体が。場所をこう初日から動かしながら勝っていくっていうのがいいのかなって思いますけどね、いい薬になっていって、状態万全でなくてもこうちゃんと場所で調子を上げていく、100に近い状態ですから、なかなかこう中卒で入門というのは難しい状況ではあります。さあ新入幕の日翔志、さああと一つ勝てるかどうか。明生は5勝9敗です。初顔です。なかなか立てません。さあ胸からいきました。肩から当たっていく日翔志、手繰る明生、小手に振る日翔志、残す、ちょっと下がった、突き起こす明生で振って引いた。勝ちました日翔志。首をかしげた明生です。押し出したと思ったんですかね、明生としてはね。立てませんでしたが、合わずに立ったという感じですね。立った瞬間に明生はもっと今まで腰低くいけるじゃないですか。それが逆にこう合わなかったから、それがなんか、リズムが崩れたんじゃないですか。で両者なんか見るような感じになりましたよね。それでも攻めていったのは明生です。でも明生はもうここで勝ったと思ったでしょうね。ほら見てください。日翔志もなので手ついてないですもんね。そのまま腰高で立ってますよね。今まあスローで見れば分かると思いますけど、いけると思いますよ。お父様も亡くしまして、という状態になりました御嶽海です。お母さんもまだ若いんですよね。そうなんですよね。まだ50代なんでね。錦木と御嶽海、過去は14回対戦がありまして、錦木3勝、御嶽海11勝。さあ苦しいながらも連日土俵を沸かせてきた2人の対戦です。体当たり、踏み込む御嶽海が前に出ていきました。寄り切りました。まあ当たって刺されないように御嶽海は左をねこう閉じてましたよね。あとは右入ったんで、まあそのまま刺していい相撲でしたね。ちょっと錦木も力入ってないですよね。立ち合いからの当たりも場所を全うしたんでね、これもプラスになると思います。はい、本当に辛いですよ。だってこれだけ悪かったらね、やはり休場も考えられると思うんですけどね。そうですよね。高田川親方もこうしつこい食いつく相撲、やっぱ師匠がそうだとこう、お弟子さんもねそれに近いような
ただ190センチありますからね。そうですね。さあ今日対戦相手ローガなんですが、ローガは期待されながらもなかなか今場所も星が上がらずすでに負け越しています。ちょっと守りに入ってしまうケースが増えています。さあ今場所攻めている竜電、そして受けに回っているローガ。踏み込んだローガです。しかしそれを抱えます竜電、右を決めている、右から決めています。2本入っているローガが寄ります。寄り切りました。ね、ローがいい相撲ですよね、はい、ちょっとアクションいきましょうか。アクション解説お願いします。阿賀さんの体が冷えちゃうんで合わせてお楽しみいただきました、はい、この右ですね、滑っちゃうっていうか、ちょっとうまく手首にね当たるんですけどね、右がおっつけの状態になってればまた話は違ったんですね。そのままこう、うまくね締めてスッてこういくんだけど、今日それができなかったですよね。ローガとしてさっと入れた昭和の兄弟子たち見てても、独特な人いらっしゃいますね、結構ね。そうですね、はいまあそういう過去の相撲を見るのも非常に面白い、ね、そう見てても基本に忠実かなと思ったら、いやそうでもないなっていう先輩たちもいるしね、面白いですね、相撲って。その人に合った相撲を取っていくんですね。そうですね、はい。さあ軍配変わりました。正代と獅司です。過去2度の対戦はともに正代が勝っています。先場所は突き落としで正代が勝ちました。今場所の獅司は前に出てきます。下から抱えるようにしました獅司、押っつけ、そして引いた、体が離れました。まわしに手が届きませんが左を入れました。獅司が前に出る。正代が頭をつけてかわそうとしますが起こす獅司、右をねじ込みますが小手投げ、うまくかわし切りました正代です。獅司は最後にペロッと舌を出しました。じゃあタッチペイいきましょうかね。はい、タッチペイ解説お願いします。獅司のポイントとしては今日ね、獅司、違う立ち合いしましたね。右が方に出ていかないと、そう、指してる方に出ていかないというのは逆でしたよね。まあでもこれ動けるのはやっぱ今場所正代調子いいんじゃないですか。そうですね、うまいことこうかわすんですよね、攻撃をね、右にかかってこう、指してる方向に勝ち越しは言っていますが、はたき込みで6勝。だから今日美ノ海だからね、やっぱ左をこう美ノ海回し取りに行くじゃないですか。そうですね、取られちゃうとちょっとそれが効かないのでね、どういうふうに対処するのかっていうのがちょっと今この立ち合いの見どころかなって思います。まあ、もちろん押しの強さがあるからこそはたきが決まるわけですから、そうですね、友風の立ち合いがどれだけ圧力をかけられるでしょうか。前みつに手がかかりました。いや、これを切りました。友風がついていきます。美ノ海、乗せはかりた、軍配美ノ海、物言いがつきました。今日はちょっと苦しい感じのはたきになりました。最初ね、左の回しと、さあどんな結論になったでしょうか。聞きましょう。ただいまの競技について説明いたします。行司軍の場合は美ノ海が有利と見て上がりましたが、同体ではないかと胸がつ協議した結果、友風の体が先に飛んでおり、行司軍配通り美ノ海が勝ちといたします。友風の体が先に飛んでいたということで美ノ海の勝ちとなります。まあ足上がってたけど土俵の中に入ってたっていう判断ですよね。まあね、押されちゃったからね。友風は飛んではいたけども、その飛んでいるのが土俵の外に、そうですよね、見れてるから、そう見えるんですけどね。反対から見るとまたね違うんですけどね。切れはしたけどこの左の前みつが効いていたということですね。うまくこう突き落とし、まあいなすような感じかな。176です。6で、あ、そっか、176って小さいの普通ですよね。176ではだいぶ小さい方ですね。180あるというところだと思いますが、時速とも決して大きくありません。179センチの132キロ。踏み込んでいく藤川、手を伸ばします。残した時速と左が入った、2本入った、そこを切り投げに行くが送り倒しました時速です。苦し紛れの首投げですね。そうですね。
不利な体勢でアクションいきましょうか。はい、お願いします。まあ今日は時早く褒めてあでげない7勝目となりました。立ち合い、もうすかさず左がいい立ち合いですね、入りました。やはい、っぱり小兵力士に対してはこの立ち合いが効くんですよね。そうですね。でこれね苦し紛れなんですけど、ちょっと巻くのが早かったか巻くのが早い。な、もう少し首のここで今朝からやってますから、そう見てない方たちもいらっしゃるからですね。はい、それだけこうみんな楽しみにしてはい、好きな方ね、まあ9時前ぐらいから相撲をね取ってますからね、はい、若い子たちが。土俵上は翠富士と佐田の海です。翠富士は春場所以来千秋楽、初場所千秋楽で肩透かしで勝ったんですが、それ以来肩透かしで勝っていません。それがやっぱ見たいですね。見たい。前半戦からね、2、3番出ると調子こう雰囲気出てきてね、いい相撲取りますけど。一本でまわしを狙います。中に入った肩透かしはいきませんが、もう攻め切りました翠富士です。こうね入られないように締めていったんですよ。そうですね。はい、ちょっと、はい、タッチペンで見ましょうか。これは分かりやすいと思うんですけどね。翠富士にこう入られたくないっていうね、気持ちが強いので入られたくないずっと思ってて、でも当たってこられちゃったっていう小兵とやるこの気持ちの負けがこう出ちゃうんですよね。でも負けっていうかただ防いでることなんですよね、そこをついてくるっていうのがね、まあでも来場所は翠富士肩透かしが見たいですね。はい、いつもみたいにこう相手をこうね横から攻めるっていう相撲は今日は絶対やめといた方がいいですよね。そうなるともう草野としてはもううわーって出てくる。まずはしっかり立ち合い当たって草野の勢いを止めてからですね。湘南の海7勝7敗、7勝7敗で千秋楽を迎えたのは過去、4回ありまして2勝2敗です。勝った方が勝ち越し。左が入った草野、右の上手を引いています。湘南の海がじわじわ出ていきます。草野残した、草野引きつける、草野が寄る、休まない、寄り切りました。草野勝ち越し。湘南の海も当たって左差したじゃないですか。まあこれ負けましたけどいい立ち合いでしたよ。ただ上手取られましたよね、草野に右ね。あれもね下手だろうが上手。当たれるじゃないですか、湘南の海も。立ち合いは五分でした。そして左が入ってこれちょっとね右上手取られて早かったです。うまいよね。もう取ったらやっぱりすぐに動かない、動きますよね、草野ね。でこれ引きつけてるんだけど、やっぱり湘南の海腰高いですよね。場所休みもなし、気持ちも晴れないし厳しいですね。まあこの先のことも考えて、今夜の美味しいお酒だけじゃないというね。平戸海と金峰山です。勝った方が勝ち越し。7勝7敗同士。平戸海過去4回ありまして、7勝7敗の千秋楽は3勝1敗、金峰山は1勝1敗です。飛び込んだ平戸海、金峰山が手を伸ばして応戦、中に入った小手投げに行くが最後は送り出し、平戸海勝ちました。いい立ち合いですね。ちょっとおでこを切っています平戸海。金峰山ちょっと立ち合い送り出しです。これ立ち合いですね。立ち合いいいですよね。もうスピードが違いますね。スピード違うからね。まあここで反撃して下から突っ張ってるの良かったんですけどね。まあこれ入られちゃったらね、ちょっと苦しいですね。これ諦めちゃダメですよ。金峰山やっぱり土俵出るまで。右のふくらはぎを痛めて番付を大きく落としました大栄翔。今場所もなかなか大栄翔らしさが出ていません。この番付で大栄翔が負け越すと。そうですね。まあ前半戦見てる時大丈夫かなって思ったんですけど、でもだんだん体張ってきて戻ってきましたよね。ちょっとそこが安心かな。負け越してるんですけど来場所いけるだろうなっていう、まだ。そして豪ノ山がまだ1勝しかしていません。苦しい場所です。立ち合いが来る。突っ張る大栄翔、大栄翔よく手が伸びる。豪ノ山応戦します。さあ押し合いになった。両者引かない、全く引かない。さあ押し合いだ。豪ノ山が押していく。豪ノ山
大栄翔勝ちました。攻めていったのは豪ノ山ですが、豪ノ山悔しいね、土俵に頭ね、豪ノ山最後。豪ノ山、ごめんなさい、立場当たりはいいんですけど、そうだから次の2年の攻めがないんですよ、1回目2回目の攻めがないんですよね、もう終わったんでお話できますけどね、体もすぐこう起き上がってしまいますし、だから自分もどうなんだろう、怪我の影響もあるのかな、どうなんですかね、わかんないですよね、本人が言わない限り決してね。動きが悪い、井上さん言う通り、両者引いてなかったですね。ちょっとこう当たりながら離れた時計ぐらいじゃないですか。間合いが本当の一瞬ですねこう言っていいのかっていうぐらいの。あとほとんど休めないですよね。単純だけど難しい相撲、突き押し相撲は。熱海富士一山本5勝目をかけます。熱海富士が圧力をかけます。頭を下げて残す一山本、じわじわ押す熱海富士、前に出る大一山本、残して右四つ、上手を引いたのが一山本です。一枚回し、熱海富士が上手を引いて前に出ていきます。ダブル熱海富士、ダブル寄り切りました。膝悪いですね。そうですね。一山本ね。はい。やっぱり終わった後にその痛そうなこう仕草が出ていますよね。そうですね。立ち合いもあんまり当たらなかった。ちょっとタッチペンでいきましょうかはい、ね。お願いします。じゃあスタートしてください。全部揃っちゃってるからね、こうやって一山本もね。揃ってないでちょっと足が出てると相手の圧力かけれるんですけど、まあ最重量の熱海富士重たいんでしょうね。けれど、そこにそんなに主軸を置かない方がいいですね。大勝負は前に出る。もうだって相手見てたら大勝負は押すの重たそうですもんね。それだけのもう持ってもらった武器があるから、それをできるだけ活用してここにいるんじゃない。3回ありまして、欧勝馬1勝、王鵬が2勝です。先場所押し出して王鵬が勝っています。さあ、勝った方が2桁ということですね。さあ、見ていくのは王鵬だ。王鵬が前に出る。今欧勝馬回り込みます。さあ、こらえる。欧勝馬、今場所はよく残っています。手繰った、引いた、中に入る欧勝馬、左が入りました欧勝馬です。さあ、2本入りました。突き落とし、逆転王鵬。よく攻めてましたね。やはりこう前半の攻めが最後に効いたという感効いてじです。ましたね。やっぱり攻めるのが最大の防御だと思うんでね。なので最後も刺されましたが振りほどいてね、突き落としかな。はい。王鵬の勝ち。でもこう当たって今日は右からこうね、欧勝馬いなしてばっかですよね。前に出てほしいんですけど、あれ欧勝馬見ててね、はい。見ててくださいみんな。下絶対土俵の中央に戻るんですよ。ああいう風な攻め方しているんですけど、はい。あんまりやっぱり土俵の俵を背にしないでこうやって戻るんですよね。これはいいやり方ですね。やっぱり独特な相撲だけどレスリングスタイルだから、はい。そこにこう中盤から硬い。そうですね。怪我ですよね、彼の場合ね。そうですね。まあ肩の手術もしましたし、明日から場所休みですけどね。まあやっぱもう場所休みないでしょうね、こういう時はね。治療に。さあ白鵬鵬、勝てば3勝。大事な一番です。そして好調の宇良。低い宇良。宇良が起きません。よく見る。白鵬鵬出てきた。押し倒し。白鵬鵬勝ち越し。そして3勝を獲得。怪我に苦しんだ今場所。最後はされたんでね、白鵬鵬もね。まあよくこの宇良に対応しながらの白鵬鵬攻めでした。そうですね。これ引きますよ。これ引いたところ確かに
ほらこれね一気に出てくるんですね。一瞬間が感覚が空いたんで、そこの反応が伯桜鵬はいいんですよね、瞬発系の動きがね、アクションいきますか。はい。勝ち越し。ただいまの決まり手は押し倒し。今、押し倒して伯桜鵬のスタジオの中でいろんな指示がある時間はそれでこうリズムを作ってそなんですよねいうるところもあるわけですよね。成績が良くても悪くてもですね。さあ大野勝と阿炎です。どちらもすでに負け越しています。繊細だと思うんだよね、小野里は。俺はああ、ほうほうほう。勝って帰っていく人もいるしね。やっぱりそれぞれなんですね。それぞれなんですね。はい大野勝阿炎は過去1対1です。阿炎は初日から9連敗がありました。手を出しただけの阿炎、引いた大野勝、じわっと大野勝が前に出ていきました。大野勝が勝って場所を終えています。大野勝は引くの待ってましたよね、阿炎がね。だって阿炎前に出てないからあの引きも効かないですよね。はい、もう立ち合いも手を出しただけという。そう手出して大野勝の勝ち。よほど阿炎が調子が上がってないんです。大野勝も足首悪いですよね。そうですね。無理に出ることもないし、左の足首はだいぶ良くなさそうな感じですよね。今取組前も土俵の上で気にしてましたよね。ああ、そうですか。さあ待ったの白声かかりました。鉄人の玉鷲。さあそして一つでも勝ち星を重ねたい琴勝峰。過去の対戦成績5対5。お玉鷲が一気に走る。いい相撲ですね。すごいですね。圧力すごいですね。琴勝峰も当たってるんですけど、はい頭下げてるだけで前に出てないですよね。今見ていただければ、足が揃ったまま頭下げてる。これじゃ相手に圧力がかからないですよね。玉鷲の勝ち。当たった瞬間は五分でもその後の足の当たって運びがるだけですからね。体動いてないでしょうね。そうですね。その青錦に豊昇龍敗れています。来場所大関取りでしょ。いやーびっくりしますね。入幕してから11勝11勝11勝ときまして、すごいですよね。新入幕から4場所連続2桁は史上初だそうです。さあその青錦、今日若元春戦。若元春ももちろん実力者です。いい青錦、出ていく若元春が、さあ左四つに組み止めました。胸が合いました。若元春十分。後ろを切る。出ていく若元春だ。若元春寄り切りました。若元春らしい相撲で勝利を挙げました。頭を下げる青錦に対して胸を合わせました。ちょっとこの相撲はダメですね、青錦ね。相手十分だし、あそこで無双切ったって切れないですよね。内掛けも行きましたよね。がっぷり四つで相撲が青錦ほとんどないので、あんまりそうです得意じゃないね。今日はどうしちゃったんですかね。胸頭上げてましたけど、頭をきてしまうとちょっと武器があんまりこう出てこない感じが。首の調子が良くないかもしれないですよね。それは分かりませんが、さあこれから三役揃い踏みです。土俵にほうきが入りました。35歳の高安。幕内85場所目、史上13位タイ。長く活躍している高安も場所ごとに記録を作っていきます。尻上がりに調子を上げている高安。立ち
ち上げから突っ張る高安。霧島捉えた。のど輪。さあ突っ張り合いになりました。高安が前に出ていく。激しい相撲は最後は高安。霧島受け止めきれませんでした。いい攻防見れましたね。そうですね。攻め合いながらね、そんなうまくいかないですからね。ね、突っ張り良かったですね。でもこれかいくぐってるんですけどね、霧島もね、こういなして相手の体を泳がせて攻めていったんですけど、高安もうまく構えてましたよね。で突っ張りに徹してましたよね、刺さずにね。ここ足流れた時もう見えてたんですよね。ちょっと霧島が安らしい当たりで当たっていってね、まあ霧島も下から下から攻めたんですよ。高橋よく見てましたよね。ただいまの決まり手は上がりそうな人は、まあ、王鵬は確定なんですが、隆の勝が、東の7枚目で今11勝。若元春若元春がそうです、今勝ち終えて西の4枚目で9勝ですね。だ白鵬が東の2枚目8勝。もう一歩みたいな感じのそうなんですところですよね。そうなりますと若隆景勝つと残り目も残留の可能性もあるかなというところです。さあただ引きずり下ろしたいのは隆の勝。さあ勝って締めく。踏み込んだのは若隆景だ。押していく隆の勝を突っ張ります。引いた。今度は若隆景引いた。押し出しました隆の勝です。一旦攻め込んだのは若隆景でしたが、隆の勝逆襲です。まあいつもだったら若隆景が勝つところねをつけていったりするんだけど、それできないですよね。だからいなしに回っちゃって、軽いから状態が上がっちゃうとね、隆の勝が冷静にこう突っ張っていきますよね。低い姿勢を維持して攻め切るという相撲がちょっと取れなかった。低い姿勢でいってるけども力が入ってないですよね、今場所みたいなね。多分相手から見るといつもより軽く見えると思うんですよ。そうですね。白鵬の記録抜けるんじゃないですか、頑張れば。大野里ね、まだ15場所目なんですよ、大野里って。そう入門してまあ大学生からだから、まあ、日体大からね、来てますんでね。まあ、日体大と言いますと、まあ、押し相撲なんですが、まあ、その集大成と言えるような感じの力士ですよね。斉藤監督とも電話でちょっと話しましたからね。そうですか。生徒さんすごいですねっつって言っていやいやって言ってましたけど、今アマチュアから見ておかないといけないです、本当です。さあ豊昇龍としてはどうでしょうか。狙いはもう右差し、右を差していけば、相手がそこであっと思って止まると勝機があるかもしれない。もうそこです。で2番って考えない方がいいですよ。ここの1番とにかく勝ってからですよ。そうですね、勝たなければ次はないわけですから、さあ大野里が優勝を決めるのか、豊昇龍が優勝決定戦に持ち込むのか。待ったなしの声がかかりました。さあ優勝がかかります横綱決戦。先に構える大野里。お、突っ張っていた豊昇龍、引いた、出ていった豊昇龍、この勝負強さ。大野里は突きを読んでいなかったんでしょうか。あっさりと土俵を割ってしまいました。いやびっくりです。苦手なんだろうね。嫌なんでしょうね。全然違いますよね。昨日の相撲を取っとけば違ったろうね。まあそうなのかもしれません。大野里の今場所のありとあらゆる相撲とはかけ離れた今日の立ち合い。決定戦ですけど、まあこの豊昇龍の立ち合いですよね。物手が今場所よりいい物手が出ましたよね。そうですね。ちょっとスローで立ち合いです。前出てないな、受けてるじゃない。
もうこれで決まっちゃいましたね。全く踏み込めていませんでした。ねえ、豊昇龍が早かった。早い、立ち遅れもあるけど引いちゃったらダメなんだよね、この横綱。棒立ちになって、もうマクションでいきますか。はい、いいのかな。お願いします。だから私大野里赤沢ね、何がダメだったんだっていうのを、審判が入ってきたんで。いやもういよいよ優勝決定戦です。そしてその後ろに見えているのが豊昇龍。この昨日までの3日間の内容がよくありませんでしたが、今日あっさりリセットしました。おそらく気持ちは勝って乗っているでしょう。さあコメント欄はどっちが優勝するかとみんないろいろ書いてくださってますが、どちらでしょうね。先に手早くつきすぎだよね、大野里が。そこは豊昇龍うまいから。そこでタイミングが、豊昇龍は手をついてすぐ立てるから、そこでタイミングが豊昇龍になってますね。正々堂々といえば正々堂々なんですが、そこはやっぱり駆け引きですよね。うまさだし、ずるさだし。いやでも勝負の世界では大事なことですから。今アマチュアは勢いで立たなきゃいけないので、そうですね、ずるさがあんまり、ね、育たないですよね。私たちの時ずるさすごかったですからね。私だけだし先輩たちも、ね、いやもう誰も立たなかったですからね。何回バッターしてるんだってありましたよね。これはもう考えてますね。豊昇龍はもう変えていかないんじゃないですか。今場所は良かったですよね。立ち合いあれがねいいので、また決定戦もそれでいくんじゃないかなと思いますけど。横綱による優勝決定戦はどちらも静かな表情で土俵に上がりました。いろいろ考えているのが伝わってきますね。そうですね。大野里はもう自信持っていくしかないですよ、気持ちで。この体で、そして攻めて圧倒してきた大野里。そして今場所は初日から11連勝があって好調の豊昇龍。先ほどいい相撲で大野里を退けての決定戦です。大野里もやっぱ昨日一番取れないの痛いよね。さあどちらがどうでしょう、精神的に有利とかありますか。やっぱ勝ってる方じゃない豊昇龍で、長い相撲なわけじゃないし、ギリギリじゃないから、そういう点では乗ってるのは豊昇龍でしょうね。疲れももちろん残ってない。ただこういう相撲でも大野里前に出れば強いんで、一歩ですよ。その前に出られるかどうか。先ほど豊昇龍がうまくタイミングをずらして先に当たって、豊昇龍というね、恐怖、この壁を打ち破るのは自分で一歩踏み出すしかないですよね。それを跳ねのける豊昇龍いい図式ですね。何時代って言われるんでしょうね。ここからスタートじゃないですか。2人とも今年誕生した横綱。そうですね、令和7年は非常に大相撲界にとっても大きく時代の動いた年になりました。2人の横綱が誕生、そしてその2人の横綱による優勝決定戦です。何時代ですか。大豊時代ですか。なんですかね、皆さんどうですか、コメントとかで何時代って何ですかね。豊昇龍の方が先ですかね。大台時代とかですかね。2人とも頑張れてきてますからコメント欄はただ勝者は必ずどちらかなんです。そうなんですよ。それがスポーツの厳しさであり面白さです。大野里がさあ恐怖に打ち勝って開き直って前に出られるか。勢いに乗る豊昇龍、さあ次はどんな立ち合いをするんでしょうか。
ちが勝つにも熱戦が見たいですね。そうですね、先ほどあっさり終わりましたので、ちょっとあそこまであっさりっていうのは考えてなかったんで、ね、もうちょっと、もうお客さん村山さんさっき言うにね、はい、もう本当投げとかね、お客さんの反応がそれを表してましたよね。ささあいよいよ勝負の時です。あ相手が笑ってもこの一番ですね。はい、勝った方が優勝、勝った方が横綱として初優勝、16年ぶり横綱による優勝決定戦です。本割で勝った豊昇龍か、そして単独でトップで迎えた大野里、先ほど敗れましたが巻き返しなるか。東西の横綱激突、東大野里、西豊昇龍、優勝決定戦、軍配返ります。大野里はまだ手をつきません。今手をつきました。さあ飛び込む、上手に引いた、相手いく、大野里優勝。前に怖がらずに出ていきました。どうだという表情の大野里が優勝です。しかし物言いがつきました。ね、前に出ると大野里ですね。どこ物言いついたんだろう。さあこの物言いはおそらく土俵際ということだとそうでしょう思いますね。が、外から豊昇龍としては琴桜とやって一番と一緒かな。外から左上手はい取っていったんで、あとはもうね、大野里としては立ち合い良かったよね。はい、一番目最初の本割は立ち合いで、完全に負けてましたけど、このさ投げを打ったところを思いっきり出ていきました。何がこの左手ですかね、大野里の。でも豊昇龍も体が飛んでますから。体飛んでるもんね。そうですね、足抱え込んでる。はもうだって足残ってますよね。い、はい、でも物言いつけてちゃんとこう確認をするということは大事ですね。大切ですよ。大きな一番ですから。さあそれではただいまの競技について説明いたします。行司軍配は大野里を有利と見て挙げましたが、大野里の足が返っているんではないかと物言いがつき、協議した結果、大野里の足は返っていません。軍配通り大野里に勝ちといたします。優勝決定戦で物言いがつくという珍しいケースになりましたが、軍配通り大野里優勝です。立ち合い立ち合い踏み込みましたね。やっぱり両手つかなかったんですよね。はい、でね、この決定戦で相手を見ながら先についたけど、左手ついてから右手をつきましたよね。ただいまの決まり手はこ寄り倒し、れはもう待ってましたよね。寄り倒しで大野里の勝ち。いろいろ考えての立ち合いとなって、最終的にやっぱり前に出る姿勢が、そう前に出なきゃ、だからうまくやられたんですよ、立ち合い。そうですねでもそれに気づいたんですよ。でも言いましたよね、最初の相撲と全然違う人が帰ってくるよって。さすがです、この切り替え修正してくるんですよね。上手を取った豊昇龍、これ十分左差して、ここで渡し込むんですよね、左足をね。ここでもう途中話したでしょ、これ自分が勝ってるって分かってるから。はい、これアクションは必要。せっかくだから行きましょうか、アクションね。OK、優勝決定戦 OK 行きましょう。左をワンポイントで左を右を差しましたよね、大野里ね。はい、差しました。これで最後ここでこう出ながら渡し込むんですけど、ここで残って上手と下手の戦いになりますけど、やはりですね、豊昇龍がここですよね。このやっぱり上手、琴櫻戦もそうですよね。この上手がどうしても自分の体が浮いてしまうので、大きい人が攻めやすくなるんですよ。琴櫻戦もそうですよね。急にね、左上手からこう来られたから琴櫻にあっけなくこう寄られちゃってるじゃないですか。だから僕は相撲を取る前に右下手だと彼は強いって言ったんですよ。
そのことを言ったんですけど、やっぱり上手から攻めてしまったんで、大野里は右から攻めるっていう完璧な相撲できましたよね。はい、はい